こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は神奈川県江ノ島から大船までを結ぶ路線、公共交通機関でありながら遊園地のアトラクションのようだと言われている湘南モノレールに乗車してみたいと思います。江ノ電の江ノ島駅からはすぐですが、初見だとこのビルが駅だとちょっと感じにくいので、知らずに通り過ぎそうになってしまいました。なんか普通の小規模なオフィスビルみたいなイメージですが、とりあえず中に入りましてエスカレーターで5階へ。入り口に湘南モノレールとちゃんと案内があるので間違いはないんでしょうけども、一応改札を見て安心したというところでございます。ではこちらが今回乗車する車両になりますが、モノレールは大きく分けると2種類ありまして、こちらはぶら下がりながら走行するタイプで懸垂式と言いまして、もう一つは羽田空港に行く東京モノレールなどで軌道上をまたがって走行するタイプ、こういったタイプを小座式と言います。こちらが路線図となりまして、全部で8駅、営業距離は 6.6 キロ、全線乗っても所要時間は14分となります。運賃は始発から終点まで全て乗ったとしても320円。日中は10分間隔で運行されておりますので、時間を気にせずに駅に来ても大丈夫でございます。ではとりあえず乗車でございます。駅ビルの裏手はすぐに山になっておりまして、出発すると間もなくトンネルに入る模様でございます。間もなく信号が赤から青に変わって出発となる見込みでございます。お待たせいたしました。本日も湘南モノレールをご利用いただきましてありがとうございます。では出発しまして、独特の微妙な揺れを感じますけども、音の方は静かでスムーズな加速。とりあえず一つ目の駅、目白山下駅までは距離が短いので約1分で到着です。このモノレールの路線は単線ですので、すれ違いが行われまして再度出発。この駅は随分高台にある駅のようで、この辺りの地形はおそらくかなり起伏が激しいと思われます。再度出発いたしますと、下の道路までは標高差が10メートルぐらいありそうな、そんなところを走っていきますが、この2車線ぐらいの道路で建設できるのがこの懸垂式の特徴となっております。これが小座式になりますと、センターポールを道路の中心部に立てなければならないということで、この懸垂式の方が土地の有効活用が有利にできるということでございます。さて、ここでモノレールの歴史を少々語りたいと思います。この懸垂式はフランスで開発された方式で、サフェージュ式と呼ばれております。狭い土地を有効活用できることに加えて、軌道が屋根に囲われているということで、雨による浸食が防げる上に音も静かだという利点もあるようです。もう一方の小座式モノレールの方はドイツで開発された方式で、これをアルベーグ式と言いますが、こちらの方は建設費用が安く済むと言われておりまして、デメリットとしては路線がむき出しになっておるので走行音が大きいということと、あと雨風に浸食されるので保守点検が多めに必要だということでございます。ただし建設費用につきましては、狭いところに小座式で建設しようとすると、例えばここですと道路を拡幅した上に柱を真ん中に立てないといけないというような、
制約がありまして、そういった場合かえって高くつくというケースも考えられるそうでございます。日本のモノレールの比率について言いますと、小座式がほとんどで、懸垂式はここ湘南モノレールと千葉都市モノレール、あと小規模ながら広島のスカイレール、あと休止しておりますが上野動物園の上野モノレール、この4例を除くとあとは全て小座式となるようでございます。今日本の新幹線を世界に広めようということで、中国やあるいはフランスなどと受注競争をしておりますが、過去にはこのモノレールもドイツのアルベーグ式とフランスのサフェージュ式が世界各地に売り込みをかけておりまして、この両者は長い間あまり有名ではないですが対立していたという歴史があるようで、日本でもこの懸垂式と小座式について受注合戦が繰り広げられていたというような歴史があるようでございます。次は富士見町です。皆様にお願いいたします。進行中揺れますので、お立ちのお客様はお近くの積み手手すりにお使わりください。では最後の停車駅富士見町に到着です。この駅だけが道路の真上に駅が建設されたようで、他の駅は全て島式のホームですが、ここだけ対向式ホームとなっております。では周りに高い建物が増えてきまして、その間を縫うように走っていきますと、間もなく終点の大船となります。では終点の大船駅に到着です。個人的にこの路線かなり気に入ってしまいまして、いわゆる乗り鉄でございますが、目的もないのに
もう一度折り返しこちらに乗ってみたいなという風な感覚を覚えましたが、ちょっと時間的な制約もありますので、それはまた次回撮っておきたいと思います。では皆様も江ノ島にお越しの際は、小田急江ノ電と他に選択肢がございますが、一度は湘南モノレールで訪れてみるのもいいかと思いました。では今回の動画はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。